ご視聴ありがとうございます。今回は大手私鉄のターミナル駅のご紹介です。長さがバラバラなホームと癖のある構造、巧みに使い分けられた線路、そして随所に残る大改造の裏側に迫ります。目立たない改札と連絡通路、幻の線路にも注目です。ご紹介するのが、中部地方最大の都市名古屋を起点とする近鉄名古屋線の起点、近鉄名古屋駅です。名古屋線は 78.8 キロ先の伊勢中川までの路線ですが、その先の山田線などへ乗り入れる列車や、大阪難波までを結ぶ名阪特急も発着し、ライバル関係にある JR 東海の路線を圧倒します。そしてここが、近鉄名古屋駅の地下改札口です。横には特急券売り場なども並び、大幹線の始発駅ならではの充実した設備です。周りには近鉄沿線の観光案内や、看板特急車両の宣伝があります。一般列車は毎時8本、特急は4本で、特急の存在感が高めです。そして床面には、こんなものも。歴史ある駅では遭遇率高めなアイテムです。ただしこの場所、駅の突き当たりではありません。ターミナル駅の場合、線路の先に改札がある、投炭式と呼ばれる構造の駅が多いですが、ここはそうではありません。地下改札口は線路に対して斜めで、線路の先には JR 線への乗り換え改札があります。また、ホームの途中にも通路があり、もう一つの改札もあります。改札内に入ります。入ってすぐの場所には、天井からぶら下がる発車案内表示器があります。番線は5つで、そのうち1から3番線は向かって左、4、5番線は右奥にあります。表示器の左上には種別表記があり、発着する列車が分けられているのがわかります。左手にあるのは降車専用ホームで、特急用ホームへは右に回り込む必要があります。その途中には、特急券用の券売機が、曲がって右手にはコンビニがあり、赤福をはじめとしたお土産品も買えます。その奥にあるのが、先ほどの案内図にあった、JR 線乗り換え改札。ここからは外には出られませんが、JR 線との乗り換え動線が短くて済むので、とても便利な改札です。その先にはカフェもあり、待ち時間も退屈せずに済みます。なお、この駅には待合室はありません。さらにここを回り込んだ先に4、5番線があります。ここに止まっているのが21000系、通称アーバンライナーです。名古屋と大阪を結ぶ名阪特急のうち、停車駅の少ない高特急で運行されていた車両で、発車案内表示器にも車両の愛称が出ます。ただしこの列車は高特急ではなく、停車駅の多いオツ特急。アーバンライナーはすでに高特急で運行されることはなくなりました。その理由となったのがこの車両、2020年にデビューした8万系火の鳥です。名阪高特急での運用をメインに導入されたこの車両は、競合する新幹線に引けを取らない豪華な設備が特徴です。特に両端の先頭車は床面が高く、片側3列の超贅沢仕様。近鉄名古屋駅でこの車両が止まる部分には、電球色の照明があり、入線前から発車後にかけて点灯します。これは火の鳥特有のもので、名阪オツ特急の場合はもちろん、火の鳥と並ぶ看板車両、5万系島風の時でさえ点灯しないものです。8万系の登場により、それまで高特急で運用されていたアーバンライナーは、停車駅の多いオツ特急へと移されました。そして近鉄名古屋駅のホームには、火の鳥やアーバンライナーを含む車両が並ぶパネルがあります。近鉄特急は車種が多いため、これが全部ではありません。ちなみに裏側には、グッズ用の自販機もあります。並んでいるのは火の鳥グッズで、存在感の高さが伺えます。また、先ほどは影になっていた場所でも、しっかりアピールされています。そしてこの後ろ、ホームの左側が4番線。さらに隣の3番線と、降車ホームを共用しています。先ほど出てきた火の鳥や島風はいずれも5番線からの発車で、4番線はそれより扱いが下がります。近鉄名古屋駅の隣の米野駅には、特急車両の整備に使う車庫があるほか、一部の列車は8駅隣の富吉駅から改装されてきます。降車ホームがある4番線には、名古屋で改装になる列車を中心に入れ、5番線には逆に改装されてきた車両を入れる、という使い分けが多いのでしょうか。ホームを下り寄りへ進みます。幅はそれほど広くなく、そこにベンチや自販機があるため、意外と窮屈な感じです。そしてホームの真ん中あたりにあるのが、
先ほどの図にあった正面改札口へ上がる階段エスカレーターです。左右のスペースは激狭で、柱は黄色い線に食い込んでいます。停車している車両は6両編成ですが、4、5番線は8両編成対応のため、2両分が余っています。そしてこの辺りで、天井の作りが変わります。ホームの幅は狭くなって圧迫感が出ますが、この天井のおかげで圧迫感が軽減されます。また、架線を吊っている部材には装飾を兼ねた部材がついており、優雅なこだわりが感じられます。一方、8両対応の4、5番線に対し、一般車両の奥にある3番線はここでホームが終わり、車両は6両編成までに制限されます。4、5番線以外の線路は、それぞれ規格がバラバラになっています。奥の様子がこちら。上下線を結ぶ線路は、ほぼ全ての線路が合流した向こうにあり、同時に発着できる列車が限定されます。3番線に止まっていた急行が発車し、奥まで見通せるようになりました。隣のホームへ移動です。ここは降車専用で、多くの乗客をさばくため、かなり幅が広くなっています。ただしこれは終端部のあたりだけで、下り寄りに進むにつれて幅が狭くなり、階段エスカレーターのあたりでは隣のホームとそれほど変わらなくなります。ただしこのホーム、3番線側は途中から天井が低くなり、柱の並びも変則的です。ホーム自体も本当にギリギリ6両分しかなく、4、5番線にも増して余裕のない構造です。ちょうどここで天井の高さが変わっているほか、3番線の奥ではさらに天井が低くなり、ごつい柱が目立ちます。そう、ここから先が、この駅の改造の痕跡が色濃く残る場所です。さらに隣に移動です。こうして見ると、6両編成の場合、前後の余裕がほぼないのがよくわかります。なお、3番線には4両や5両の列車が止まることもあり、それらの場合、車止めから離れた場所に止まるようです。ターミナル駅では車止めに寄せて止めるのが普通ですが、あまりに余裕がないための措置です。このホームは天井が低く、これまで見てきたホームよりも圧迫感が出ます。また、左右の柱の形が違うのにお気づきでしょうか。3番線から伊勢中川行きの急行が発車。終点まで1時間20分ほどかかるロングラン列車ですが、もっと先まで運転する急行もあります。今は休日の朝ですが、急行は平日夕方でも1時間あたり4本程度のため、並ぶ人が多くなりがちです。整列乗車の線があるのが右側だけなのが、それを物語っています。この階段のあたりからホームが一気に狭くなり、先ほどのホームと大して変わらなくなります。終端部では、トンネルを支える柱がそのままホームに刺さっています。整列乗車の列も曲がっていますが、ラッシュ時には結構混むようです。左の2番線は5両編成までしか止まれないのに加え、かなりのギリギリぶりです。左右でホームの長さを変えて、なんとか長さを確保しているところに、苦労の跡が感じられます。ちなみに3番線は上り線と直で繋がっており、到着する列車を正面からバシッと撮れます。ここから2番線の降車側と1番線を見た様子がこちら。ホーム上の柱は1本しかありません。終端寄りからこのホームへ向かいます。1番線のすぐ横には、隣にある名鉄名古屋駅とをつなぐ改札が、床の高さが微妙に違うため、途中に緩いスロープがあります。この改札は名鉄が管理しているのか、シャッターは近鉄側にあります。ちなみに、この改札があるおかげで、名鉄に3つあるホームの一番奥から、停車中の近鉄特急が見えたりします。番号が1111の車両を見つつ、先へと進みます。止まっているのは左右とも3両編成ですが、右側の車両は車止めとの距離を空けるためか、下り寄りに止まっています。もともとホーム幅が狭いこともあり、正面改札につながる動線には、この裏側も含め、エスカレーターがありません。この階段を過ぎると天井は綺麗めな仕上げになり、照明も円形に変わるなど、古めの作りが目立つこの駅で、ここだけ浮いた感じです。ちなみに右の2番線は下り本線とつながっており、トンネルを奥まで見通すことができます。特急列車は必ずポイントで左右に揺れるのに対し、3番線に到着する列車と2番線から発車する列車は、ポイントで揺れることがありません。発車案内表示器ではまとめて表記されていた1から3番線ですが、それぞれ入線できる車両の長さが違うほか、2番線の降車用ホームは3両分しかないこともあり、
番線ごとに種別がおおむね分けられています。線路ごとに細かく違う仕様と、ホームによって異なる構造の裏にある歴史を解き明かしていきます。近鉄名古屋駅の開業は、1938年、昭和13年6月。これによって今の近鉄名古屋線にあたる区間が全線開業し、並行する三宮線の乗客が7割減るなどの影響が出ました。なお、当時のルートは一部異なっており、これをめぐる動画もありますので、概要欄から見てくださいね。駅がある場所は、今の JR と名鉄の線路に挟まれた場所で、予算の都合上、ホームと線路を一つずつとすることも検討されたものの、ホーム3つ、線路3本の三面三線と呼ばれる構造の駅になりました。当時としてはまだ珍しい地下駅となったのは、国鉄や名鉄との連絡を重視したためです。当初は名鉄と駅舎を共用する予定でしたが、名鉄側の工事が遅れていたため、開業時には仮設の地下出入り口を使っていました。なお、近鉄名古屋線のレール同士の間隔、期間は、現在では 1435 ミリ。これによって車体が安定し、高速運転にも貢献していますが、これは大阪線などとの直通運転を可能にするため、1959年11月までに改良されたもので、かつては名鉄と同じ 1067 ミリでした。隣の名鉄の駅とをつなぐ連絡線があり、1950年8月から52年9月まで両線を直通する団体列車がありました。名鉄からは100キロ以上離れた伊勢、近鉄からは豊川稲荷とお互い結構先まで乗り入れていたものの、今の名鉄百貨店の建設に伴って連絡線は廃止され、トンネル部分は埋められています。ただしその痕跡はまだ残っており、近鉄名古屋駅の一番線の先には、連絡線が通っていた場所の出っ張りが残っています。また、今の名鉄名古屋駅は、2本の線路と3つのホームからなる構造ですが、当時は線路が3本、ホームが2つで、連絡線とホームが干渉しないようになっていました。進行方向向かって左、連絡線があった場所には、今でもホーム上に柱がありません。一方当時、近鉄名古屋駅に収容できる車両は17両しかなく、戦後輸送需要が拡大したことで、設備不足が明白になり、駅施設の大改造が決まります。今の4、5番線が国鉄の敷地の下に作られ、元々あった線路やホームも改修されました。オレンジのところが元からあった範囲です。この駅は曲線が終わってすぐの場所に上下線を結ぶポイントがあり、増やした線路はそこから伸ばすしかありませんでした。序盤で見たホームの幅が下り寄りで一気に狭くなるのは、それが理由です。また、下り本線と上り本線がそれぞれ2、3番線に直結しているのも、駅ができた当時は、この2線がメインだったことを物語っています。一方、元々あった線路も場所が移されたらしく、2番線は少し横にずれています。柱がホームの中心になく、1番線側に寄っているのは、それが理由のようです。3番線もこの時移動されたらしく、元のホームも広げることで、キャパを上げようとしたようです。ただし、後から作られた4、5番線に完全に合わせることはできず、天井が低い場所が残り、円形の柱もそのままです。1967年には、4面5線への増強が完了。ホームの広さは920平方メートルから3500平方メートルへと4倍近くに増加し、混雑緩和につながりました。また、収容できる車両は17両から35両へとほぼ倍増し、大幅な増発が可能になりました。これにより、並行する JR 関西本線を突き放す、近鉄名古屋線の輸送力を支える礎ができました。そしてこの駅の改良の痕跡は、ホームの上の階層にも残っています。4、5番線からエスカレーターに乗ります。ホームの幅が狭くなるのに影響され、右側の壁は斜めになっており、向かい側には狭い階段しかありません。隣のホームから上がる階段が左右に並び、その隣には団体専用改札への通路があります。そして注目すべきは、その隣、2、3番線とをつなぐ階段エスカレーターがあります。ただしこの階段、少し奇妙なことにお気づきでしょうか。通路を挟んで、場所がかなりずれています。そしてこの上では天井の作りが変わっているほか、これより奥では高さが低くなります。元からあったところと、改良工事の時に作られたところの境目が、ここというわけです。また、このホームにつながる階段は、いずれも天井が低い方ではなく、高い方にあります。
改修工事に合わせて線路をずらした際、この階段にも手が加えられた可能性があります。思わぬところに残る歴史の痕跡を見つつ、この先の改札口へ向かいます。そして通路がクランクした先にあるところが、名鉄名古屋駅の真上。3面2線の駅の上とだけあって、結構長い通路です。天井にある円形の空調吹き出し口から、駅の歴史の長さが感じられます。そしてこの先にある改札口、自動改札機は5台だけで、序盤で見た改札より手狭ですが、天井が高く開放感があります。また、この駅の改札内トイレはここにしかなく、結構重要な場所です。天井の照明はシンプルな作りですが、かつてはもっと多くの照明があったのか、塞がれた跡が目立ちます。地味な改札ではあるものの、名称は正面改札となっており、この改札の後ろは大通りに続いています。半分地下に潜ったような改札の上にそびえるのが、近鉄名古屋ビル。改良工事の前年、66年に竣工したものです。2017年に発表された名鉄名古屋駅周辺の大改造計画に伴って解体される予定でしたが、計画自体が再検討されていることから、建物は今でも残っています。乗り換えに便利な地下の改札口に目が行きがちですが、改良の痕跡が色濃く残る通路や、もう一つの改札口にも注目です。ご視聴ありがとうございました。